雑談です。水ダウです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、聞いちゃったもの、言っちゃいけないことなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、12日にある、朝やんですね、水道橋博士さんがやってるイベント、朝やんの阿佐ヶ谷ヤング用品店のオープニングを作っておりましたが、今回のゲストは、シミケンさんということで、これがね、なかなかハードというかヘビーというかね、H ですよ。あ、うまいね、さすがハードでヘビーで H ですよ。だってね、エッチなやつを編集してるんで、ね、これはなかなかね進まないよ。気もそぞろというかね、違う方に行っちゃうからね、大変なんですよ。それはもうしょうがないというか、みたいなのを編集しておりますが、これはなかなかね、本当にハードでヘビーでエッチなんで、ぜひご期待くださいというかね、配信と会場でしか、見ることができませんからね、お楽しみにといったところですかね。それはまだまだ詰めている段階ですんで、ぜひご期待くださいということと、であれですわ、見ましたですよね。見ました。水ダウね、水曜日のダウンタウン、昨日やっていたのはあれですね、噂話というかね、をされていたら、待ち合わせの、ね、時間があるのに何分粘るか、そこでね、答えを聞くまで何分粘るかっていうのと、突然娘が将来私、迷惑系 YouTuber になると告白したら親は絶対止めるみたいな説をやってましたが、一つ目のね、噂話のやつで出てた大久保佳代子さんが非常にかっこよかったですね。噂話がね、ひそひそ声じゃないですよ。もうね、なんだったらこうね、聞こえてくるんで、それに最初は聞き耳を立てて、何の話をどんなところに行ってもね、こう何の話をしてんだろうなみたいなね、感じで聞き耳を立てると、聞こえてきちゃうことってあるじゃないですか。その中でこう気になる、例えば昨日大久保さんのやってたやつで言うと、劇団一人がなんか不倫をしてるみたいだ、ね、不倫しちゃったみたいな話をされて、一瞬ね、大久保さんがこうガクンと崩れ落ちるというか、その後もこうキリッとね、こう苛立ちをあらわにするわけですよ。それが非常にかっこよいというか、こうそんな公衆の面前でそんな話をするんじゃないっていう態度を取るんですよ。それの立派というか、本当にかっこよかったですね。で VTR の中でも言ってましたけど、芸人をすごくリスペクトしてるんで、そういったことをね、またそういった才能が一つ消えてしまうのが悔しいぞっていう感じでこう怒ったと言ってたのが、あれは本当にかっこよかったですね。実際はそのね、嘘だったんだ、あれよかったと言えばよかったんですけども、そんなんでこうね、相手が誰なのかみたいなので気になって、何分ね、そこのね待ち合わせをすっぽかして、言い続けるかみたいなことをやってたんですけど、よくそういった意地悪なことを考えつくなと思いますよね、本当に。いや、意地が悪いというかね、こうなんていうかな、こうね、腫れ物に触れるじゃないですけどもね、こう分かっていながらこうやってしまう、かさぶためくるようなねことをしてるじゃないですか。それもね、やっぱ面白いですよね。で、他のね出てたナダル君とかパンサーの尾形君なんか、それ僕ですよねと会話にこう入っていくみたいなのはもうめちゃくちゃでしたよね。めちゃくちゃというか
ね、まあいろいろ人間性が見れて面白いと、昔やってたお笑いウルトラクイズの人間性クイズをもっとこうね、エンタメ化じゃないっすよね。こう、なんだろうな、こう、覗き見するような感じにしてて、ねえ、こうまあ意地が悪いというか、よくああいったものを思いつくなと思って見ておりましたが、いやー、でもそれぞれね、皆さんかっこよかったね。それから迷惑 YouTuber になるって言ったね、2人が女性の方で、こう、実は芸人をしてて親に言ってなくて、で、最初、迷惑 YouTuber になるっつってと、まあ、反対されて、で、いや、実はね、芸人をやってます、みたいなことで、それはもう賛成するよ、みたいな、ちょっとこう、ハートフルな感じにね、こう、物を頼むときにね、まず、こう無理だろうっていうところのハードルというかね、ハードルじゃないですね、もう高跳びみたいなね、バーをこう示すわけですよね。これは無理だろう。じゃあだったらこっちはどうですかってこう1段2段下げたところで、でも実際はそこがを納得してもらいたいみたいなことをやる交渉術の一つですよ、あれは。だから羽毛布団をセットで10万円買ってくださいね。訪問販売。まあ最近訪問販売ないですけど、まあ、訪問販売するとしたら10万円の羽毛布団のセットを買ってくださいって。いや、羽毛布団はいります。じゃあこちらのテンピュールの枕、これ3万円でどうですかっつって、その3万円の枕を売るために10万円の羽毛布団を出しに使うみたいな手法ですよ。もう、やってて、2人ともね、芸人だったら大賛成だっていうね。あれはなかなか面白かったというか、結果ハートフルになったっていうのがね、面白かった。そっちが面白かったですね。途中のやりとりもまあ当然面白かったんですけど、で、最後、小堀くんの、日曜源氏小堀くんの息子さんが、あんな大きくなられているんですね。大学1年生でした。18歳で、迷惑 YouTuber になるって言ったら、小堀があんだけ反対するとはね、100万円、200万円、300万円の下りではだいぶこう、揺らいでいたのかどうなのかね、でも結果こう、それはダメだと。いうのはやっぱかっこいいというか、こうね、芸人といえどもね、人気商売といえどもですよ、そういったところで人気を取って、じゃあ結果何が残るんだっていうね、プライドというか、その教授というか、そういったものはないのかっていうね、態度を示した、小堀君は、いや、かっこよかったですね。で、かっこよかったと思いますよ。いやー、みたいなのを水曜日のダウンタウンでやっておりましたけども、いやー、本当に面白いですね。で、そのね、カミングアウトというか、ついででちょっと思い出したのは、先週の土曜日の3時半からやってた TBS のラジオかな。ゾーンという番組がありまして、それに空論城さんという、編集者、雑誌、書籍の編集家と、いろんなことをやってる水道橋博士のメルマ旬報にも執筆なされてる方で、その方が出てたんですけども、で、過去のね、高校時代だったかな、本を万引きしちゃったことをカミングアウトしてて、で、本を持って出て、すぐに捕まって警察呼ばれて、親が来た時に、お父さんがね、こう、その万引きを、犯罪をしてしまった自分に対してかける言葉って大事だなっていう話をしてて、で、お父さんは、お前似合わないぞと言われたと。で、確かにね、それを言われたら、こうね、かっこ悪いことね、いじめ、かっこ悪いよじゃないですけど、そういったね、お前それ似合わないぞってめちゃくちゃかっこいい言葉じゃないですかみたいなことを話されてたんですが、その空論城さんの友達の方で同じように捕まって親に何を言われたかと言ったら、包茎かって言われたっていうね、こう全然違うアプローチを持ってこられると、なんだろうな、こうね、突然こう田原総一郎論法ですよ。こうね、
あなた聖徳太子知ってるって言われた時にこう何を俺は聞かれているんだみたいな感覚になるというね、あれは結構こうだからこっちのフィールドにぐっと引き寄せるというか、自分の土俵でね相撲が取れるその土俵を作っちゃうっていうのはね、お父さんをねが息子に急にお前包茎かっていうのはもうね、その万引きで捕まった悪いことをしたなんて怒られるんだろうっていうところをこう見事にひっくり返す言葉でね、いやそれはなかなかすごいなっていう話をされておりましたね。またギリギリラジコで聞けるんでぜひ聞いていただければなと思います。ということで今日は水ダウとその、ゾーンの話ね。本当はねもう一つ言いたかったんだ。ザ・ブルーハーツドブネズミの伝説という本を今読んでおりまして、まあ小堀くんねブルーハーツ好きじゃないですか。で、もうちょっとで読み終わるんですが、いろいろこう付箋をねいい言葉だなっていうのをねペタペタ貼ってるんですよ。まあこの本自体はブルーハーツの歌詞ハイローズとかクロマニオンズの曲も出てくるんですが、基本ブルーハーツは何を歌っていたんだろうと考察本ですね、歌詞からの音楽的なねこのことは置いて作詞ね歌詞についてこう考察されている本で、これはなかなか面白くてね、ぜひ紹介したいなと思ってたんですが、まあ時間があれなんで、まあ近々読み終えたらねたくさん付箋してるので、それを朗読するだけみたいなこともやってみてみようかなと思っておりますが、そんな感じですかね。コント YouTuber、 はいちょうど時間となりましたね。はいってな感じで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。